昨日さ、お母さんと喧嘩して。マジ？初恋とは少しばかりの愚かさと有り余る好奇心のことである。なんだそれ。俺はケンジ、高校2年生。毎朝7時32分の電車に乗って学校へ向かう。てかこの前の M ステ見た？見た。通学はいつも一人。3号車目のドアの近くが俺の定位置だ。いつも通りの通学路、いつも通りの風景。次の停車駅は七川。この駅では平日の7時40分に反対方向へ向かう電車が20秒ほど交わって停車する。そこにはいつも素敵な女性が立っていた。俺は彼女のことがずっと前から気になっていて、いつもバレないように彼女の顔を見ては目をそらしていた。ドアが閉まります。ご注意ください。そんな彼女が最近常に持ち歩いている本がある。村上夏樹の海辺の彼女か。私は白石結衣、高校3年生。好きな人はいないけど気になる人ならいる。次の停車駅は七川。左側の扉が開きます。それはいつも反対側の車両に乗っているこの人。いつも眠そうな顔をしている。本当はまじまじと彼の顔を見たいんだけど恥ずかしくて見られない。そこで家から適当に引っ張り出してきたお父さんの本を読むふりをして彼の顔を見ている。ドアが閉まります。ご注意ください。どういう人なんだろう。村上、ここだよ。村上夏樹でしょ。ありがとう。ケンジ君、村上夏樹なんて読むんだ。ちょっと気になってね。海辺の彼女？いきなりそれ読むとよくわからないと思うよ。でもこれが読みたいんだよね。むずっ。高木が言った通り、初めからこれはハードルが高すぎた。でもそんなことはどうでもよかった。次の停車駅は七川。左側の扉が開きます。いた。俺は昨日借りた海辺の彼女をわざと彼女に見えるようにして読んだ。彼女は一瞬目をこちらへやるとすぐに目線を本へと戻した。彼女の大きな目がはっきりと見えた気がした。なんで？その日はなんと彼が私と同じ本を読んでいて驚いた。このなんだっけ。そう、海辺の彼女だ。びっくりして彼の顔を見たら一瞬目があった気がする。ドアが閉まります。ご注意ください。彼は村上夏樹が好きなのかな。この本読んでみようかな。ケンジ。はい。これ解いてみて。すいません、聞いてませんでした。大丈夫？来年受験なんだから気を引き締めてよ。はい。あれからずっとあの子のことを考えてる。これは好きなのかな。でも名前どころか声すら聞いたことがない相手のことを好きになっていいのか。ダメだ、むずい。おい、稲百合さんに告白しろよ。嫌だよ、振られたらどうすんだよ。告白しねえと好きかどうかもわからねえだろ。男は当たって砕けるだろ。うるせえな。お前だって山口に告白しろよ。おい、お前声でけえって。告白か。今日勇気を持って村上夏樹が好きなんですかと書かれたノートを彼女に見せることに決めた。いた。彼女はこちらを見てすごく驚いたような顔をした。そしてドアが閉まります。ご注意ください。やった何あいつ、やばくない？これをきっかけに僕と彼女は電車越しにいろんな話をするようになった。名前は白石結衣だということ、高校3年生だということ、名前は市川健二だということ、高校2年生だということ、村上夏樹が好きだということ。でもまだ伝えられていない私が彼女のことを気になっていることは。今日の授業は終わり。また来てね。